深田真理です。スノーボードのスロープスタイルビッグエア競技をやっています。自分がいけるって思った時に、いけますって言ってそこで合わさって、これがスノーボードの我々チームが見せていきたいコンセプトというか、情けないというか、いつもやってるはずなのにできない、これはもうちょっとマリ選手との関係にはだいぶ亀裂が入ってしまうかもしれない。鼻血出たもんねはい、こんにちは、ポーザーズチャンネルです。こんにちは。はい、佐藤康弘と深田真理。今回は深田真理選手をこの新しい熊谷クエスト、ここにお招きして2024、2025シーズンを振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。自己紹介よろしいでしょうか。深田真理です。スノーボードのスロープスタイルビッグエア競技をやっています。まずね、2024、2025シーズンのリザルトをこれ今パッとここに出します。2024年の9月、ハードローなスロープスタイルニュージーランド7位、クールビッグエア1位、北京ビッグエア2位、クラーゲンブルトオーストリア2位、クライシュベルグ5位、ダークスオープンなんと30位30位、そこからアメリカに移動しまして X ゲームスビッグエア5位、アスペンスロープスタイルアメリカ大会5位、アスペンビッグエアアメリカ大会7位、カルガリースロープスタイル優勝、フラッハウスロープスタイルオーストリア大会3位、世界選手権スロープスタイルスイス大会4位、世界選手権ビッグエアスイス大会3位。シリーズ総合ランキングでいきますとビッグエアが世界第2位、そしてスロープスタイル総合ランキングが4位、そしてハーフパイプスロープスタイルビッグエアを含めた世界総合ランキングが2位で終わりました。はい、どうですか、率直に。率直にですか。世界ランキング2位ですよ、総合でね。ビッグエアに関しても2位、そしてスロープスタイル苦手とはいえ4位で終わりました。そうですね、結果もやっぱり練習も結構充実した1年になったかなと思います。楽しかった？そうですね、半分楽しくて、半分辛いこともあったんですけど、でもそれで良かったかなというか、それが普通かなって思います。やっぱずっと楽しいだけではちょっと足りないっていう。足りないというか、自分の性格上かもしれませんけど、それだけじゃ多分成長できないかなって思います。オーストラリアでフロント1440を初メイクしました。はい、素晴らしいシーズンの始まりだなって感じたので覚えてるし、俺もあの時ちょっとホッとしたとこあるの。あれだけ夏も激練習したじゃん、激練習してこれ立てなかったらやっぱりどっかしら俺にも絶対責任あるし、そういう気持ちだったの覚えてる。それでもバシンバシンって決めてくれて、なんかねホッとしたの覚えてる。でそしてシーズンに向かっていくワクワクがね増しました。例えばフロントサイドだったらね、セブンツ見て1080見て12見て、いやいけるでしょ。そうですね、安さんに言われても全然断る時はあるんで、やっぱり自分がいけるって思った時に、いけますって言って、そこで合わさって、そうだよねって感じ。で本当にね断る時もあるのよ。ってね、あるよね。ありますあります。なんかいい断り方の時もあるし、逃げの断り方の時もあるからこれは後でどういう厳しいコーチングしてるんですかっていう直樹さんからの質問があるので、後で具体的に掘り下げていきたいと思います10月スイスはクールのワールドカップ、なんとそこで2年ぶりの優勝です。はい、
あれはあの大会はやっぱり自分だけの力じゃないっていうのがもうすごい分かりやすかったというか、その自分のお兄ちゃんもそのみんなの撮影とかをするために来てくれてて、そのお兄ちゃんがゴールっていうかフィニッシュエリアでいたから、そこまで滑っていきたいって思ったのと、やっぱりスタート台からの景色はこのスイスの人たち、お客さんがもうめちゃくちゃいたんですよ。もうありえないぐらい。1万5,000人ぐらいだね、あの時はね。それを見てすごい綺麗だなって思って、で、そこで立ちたいなって思って、そのおかげで立てたのかなって。あと他のやすさんとか、そういういろんな人もいるんですけど、その時はそういう人たちのおかげでその大会を楽しめたかなって。今ね他に回されましたけどね私も相当頑張ってると思うんですこれは俺からの立場、世界に発信しなきゃいけないメッセージやってくれたマリ選手にはもう感謝しかないんだけど、ああいう大きな舞台でその国に対するリスペクトとかで、自分たちがいい思いをした時にこそ、あの時はそのホスト国であるスイス、そこに来てるスイスの観客の人で、そして大会運営するたくさんの関係者に、これがスノーボードの、全体のスノーボードかどうかわかんないけど、我々チームが見せていきたいコンセプトというか、他の人たちに対するリスペクトっていうものを最大限やっぱり見せていきたい。あの時実際どう思った？これちょっとマリこれで旗持ってどうぞって言ったら、いいアイデアだなと思いました。思った？はい、飛びすぎました。でも着地した後ね、ああやって持ってブワーって滑ったのはね、非常にいい映像だったよね。みんなめっちゃ喜んでた。オフィス、ロビーとかチャウとか本当にありがとうっていうことを観客もやっぱり喜んでたし、で OC の世界選手権で銅メダル取った時のビッグエアのスタートにいた OC のね、イタリアの女性の方で、マリにずっとマリマリってハグしてきた女性はやっぱりあの時スイスのあそこのスタートにいた人だから、もうずっとマリのことを気にしてる。最後世界選手権スイッチバック10で行って危うかったじゃん。こけてたかもしれないじゃん。だけどスタートの前にすごいギューってハグしてくれてたじゃん。であれは多分女性の頑張ってお願い立ってっていうエネルギーをくれたわけじゃん。あれはやっぱりあの時のスイスのああいう行為をマリ選手がやったから、大事な最後の試合のところでエクストラな応援をもらえるっていうのはそういうのにつながったストーリーっていうのがすごい俺の中ではすごい良かったなって思ったんですよ。みんな喜んでた。そして次、コルバチの練習。我々のヨーロッパでのホームゲレンデと言っても過言ではない、はい、あそこでの練習相当練習したね。そうです、3連キッカーだったんで、かなり練習できたかなと思います。またフロント14も夏ぶりのメイク。あそこのパークってパークスタッフ3人しかいないんですよ、常駐で。あの規模をねみんなで見てるから、いやこれはきついなみたいな。でもね、せっかく我々も行ってるからね、飛びたいからね。俺は飛ばないけどみんなに飛んでもらいたいからねね、やっぱ整備した方がね。そうですね、やすさんが率先してやったことによって1日だけみんなで手伝ってくれた日もあったんで、他のライダーもみんな手伝ってたよね。でも最初にやる人がいないといけないんで、やすさんがやってくれたから。いやもうなんかね、気持ちが分かんだよね。そのスタッフも大変だしさ、
あんなでっかいリップをさやんなきゃいけなくて整備してよっていうのはさ簡単なんだけど、自分からやるとねやっぱみんな受け入れてくれるしね、まあ一大人としてはそういう風な関係でいたいのかなと思ってねやってるんですけど、12月北京ワールドカップビッグエア、オリンピックでも使われた台ね、そこで2位です。技はスイッチバック12ジャパンと、なんとここで出ましたフロント1440大会初メイク、このフルコンボをもってして2位でした、で優勝は、まあ、仲のいい友達でもある、ミア・ブルックス選手ね、で彼女の技はバック12とキャブ14。この時の2位で終わった率直な気持ちはどんな感じでした？普通に負けたかなって思いました。まあ着地もミア選手綺麗だったし、まあでもその中で自分が初めてその大会で14決めれたっていうのは普通に嬉しかったし、自分自身のできたことについて嬉しかったなって思ってました。だってあの時公開練習1回も立ってないもんね、フロント14ね。めちゃめちゃね立ってません。ボッコボコにやられてたよね。でもあの時はちょっと泣けたな。なんでかって言いますと、その手前にコルバチ合宿終わって2人で移動したんだよね。イタリアのね空港でね話した時にね怒っちゃったんだよね。まあいろいろあってですね。いろいろあって怒っちゃったんだよね。まあはい。やっぱり怒りすぎたなと思って、言うことは言わなきゃいけないしな、ギリギリだななんて思ってね、これはもうちょっとマリ選手との関係にはだいぶ亀裂が入ってしまうかもしれない。俺が怒ってる時に鼻血出たもんね。鼻血出たよね。まああれは怒られたからっていうあれではない、まあそれも入ってるかもしれないけど、まあ普通にストレスが溜まってたっていうあれ絶対そうだよね、ストレス溜まってたからね。でも俺ももう怒ってるからさ、そんな鼻血見ても何とも思わんからなって思いながらもティッシュティッシュボーボーで、もうこれちょっともう関係性亀裂入るな、ちょっと距離できちゃうなって思った中でね、でそれでも試合の時はねしっかり話聞いてくれて、ここ一番っていうところでね、やっぱこうすごく信頼してくれてるし信用してくれてるんだなって思って、でそれで滑りパフォーマンス、そして結果。決めろ決めろ決めろ、入った。もう泣けちゃうよね。いや泣けたね。大会でなんかね結果がどうであれあんま俺泣くことないんだけど、でもあの時だけはちょっとなんかこうね込み上げるものがありました。はい、その後中国に残って合宿しました。めっちゃ寒かったじゃないですか。はい、ね、相変わらず中国は練習も毎日またハードにこなして。これ言っていいかわかんないですけど、自分は期間苦手だったんですよ。できる子もいればできない子もいると思うんですけど、でそこで、ちょっと下の世代の子たちも練習してて、でそんな子たちが初めて大きなキッカーを飛ぶ、それで頑張ってて、でもその中で自分はいつも飛んでるはずなのに、やっぱり10とか12とかしかできなくて、結構辛かったっていうか、悔しかったまではいかないけど、情けないというか、いつもやってるはずなのにできない、自分の方ができてないっていうのが結構なんか嫌だったっていうか、前が合わないんだよね、そのジャンプ台に対してね。確かにちょっと G は来るけどみたいな、でも全然いけども1080も合わないしみたいな、9もうまくいかないし、で表情は曇ってるし、でも実際には試合になるとああいう台が出てくるわけ。だからここはベースの幅を広げるいいタイミングなのかなというふうにはね思ってたけど、表情が曇ってるのを見てって考えさせられる期間ではこちら側でもありましたね。そして1月の元旦の辺ですよね。そうです。オーストリア大会ビッグエアスイッチバック12、ここ完璧な今度ジャパンじゃなくトラックドライバーいける。
そしてバックサイド 1080 ジャパンで結果は2位でございました、はい、準優勝。そしてここでの優勝またもやミーア・ブルックス立ちはだかるミーア・ブルックス、イギリス代表、はい、でも仲いいんですよね、はい、いいんだよね。しかもこの大会の時にミーアがなんとマリの誕生日だっていうことで手編みのニットをくれたんだよね、はい、すごいなと思って、あんな強い選手がね。でもね、そんな中勝負は勝負です。正直俺なんかがそういう風に思っちゃいけないんだけど、スイッチバック12バコーンって決まって瞬間に俺勝ったと絶対はないけど 60-70% でこれ次立ったら勝つって思ったんだよね。でそしたら3本目の前やっポディウムゲー点数なんかめちゃくちゃ離れてたからミーアと。でミーアこの台のサイズにして12出しても全然余裕で勝ったなって思ったら、思っちゃいけないんですよ本当は。まさかのキャブ14をあの台でメイクしてきていきなりバコンと抜かれてしまいました点数で、はい、うわーって確かにうわすげーって喜んだけどやっべーって思ったんですよ。あの時にバック14のジャパンは出してもらうつもりはなかったんだけど、12であそこで立ってても多分勝ってたんですよ。であそこで確認したの、14いくって。12もいいけどでもここは14で勝負してね。その時にマリさんはすごいってなったけどワクワクした感じでいくっつってなったじゃん。あの時の心境ちょっと教えてもらっていいですか。計算も大事だと思うんですけど、やっぱ普通に選手とかじゃなくて、スノーボーダーとして、やっぱりそこで14決めて1番取らないと、本当の1番じゃないでしょうって思って、さあ決めとこい。いけるマリ。やっぱりその後にやっぱ12にしとけばよかったかなとかやっぱり少しは考えたんですけど、まあでも今思えばその時の自分に任せてよかったなって思います。誰よりも練習してるからっていい結果がついてくるなんて保証は一つもないですからね。でまああの時に負けといてよかったかなって。苦境でかなり辛かったです。こんだけ一生懸命頑張って戦ってるんだっていうのがもうひしひしと。9割苦労して1割ぐらい成功する。負けてもいいんですよ。全部の負けには意味があるから。まだ練習足りないの。弱ったねあの時はね。あの人のおかげで自分が今成長できてる。自分のやってきた努力と周りの人がやってきた努力とやっぱり見ている人の応援であったり。